こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は大雪の中行く秋田グルメと温泉の旅を徹底紹介いたします。遠すぎてなかなか行けないと思っていた秋田は、実は行きやすく唯一無二の絶景グルメ、混浴露天温泉などとてつもない魅力あふれる観光地だったことが分かりました。まさかの大雪や祭りに遭遇するという奇跡のハプニング体験もできて最高に楽しめました。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。日本海に面した秋田県、人口は91万人、秋田市が県庁所在地です。日本一水深の深い田沢湖や日本海に突き出し生ハゲで有名な男鹿半島、乳頭温泉など自然と温泉が有名で隠れた景勝地も多く、四季折々の見どころがあります。また稲庭うどんやきりたんぽ、比内地鶏などご当地グルメも絶品。内陸部では低温のため、同じ日本海側の山形県や新潟県と同様に県内陸部のおよそ 90% の地域が特別豪雪地帯に指定されており、雪が多く降り積もりやすい県であります。冬期間の日照時間は全都道府県の中で最も少なく、そのことから肌の色の白さが際立つ世界三大美人の一人、小野小町を代表する秋田美人が有名です。美容・理容サロンが人口1万人あたり全国1位で、身なりをきれいにする人が多いとか。秋田県は日本酒の1人当たりの消費量がいつも上位です。そんな秋田の日本酒も楽しみの一つ。心も体も癒される魅力的な秋田の観光スポットへ行きましょう。はい、それではね、今日は秋田の方に行きたいと思います。今からオンラインチェックインしますね。はい、こんにちは、森です。旅はご当地ということでね、今、伊丹空港にやってまいりました。ちょっとね、遠方の安い駐車場に止めて歩いてきたんで、もうちょっと汗だくなんですけど、そんなね、汗だくの中、今日はですね、また雪男のパワーを発揮するんでしょうか。雪のね、秋田に今日は行きたいと思います。僕にとってはね、秋田初めてなんですけども、ちょうどね、横手の鎌倉っていうね、祭りもやってるみたいで、すごく楽しみです。2泊3日で秋田旅行満喫したいと思います。秋田の食も食べ尽くしたいと思いますよ。それでは行ってきます。こちらからね、東京手続きするんですけど、僕は SFC 持ってるんで、こっちから行きます。ありがとうございます。こちらですね。はい、それではちょっとラウンジ行きたいと思います。8時5分の登場なんですけども、7時43分で、ちょっとしかね、利用できないですね。結構人多いですね。ビール飲みたいんですけどね、赤木だけにしますか。今日はね、運転なんで、青汁だけ飲みますか。本当はお酒飲めます。ご利用ありがとうございます。プロペラ機で行くことになります。水物割れやすいものもお入れになっているお客様はワイヤレスエンターテインメントサービス。伊丹空港から秋田空港までは約1時間25分で到着いたしました。秋田着いた。道の雪です。完全に雪国ですね。ようこそ秋田へ。秋田舞咲き誇る。Welcome to 秋田。レンタカーを借りに行きます。レンタカー案内してもらいます。寒い。めっちゃ寒い。やばい。くそ寒いっす。未だかつてこんなレンタカー借りるときにこんな雪の道を歩いていくことはなかったです。
えらいこっちゃ。よし。飛行機で秋田に来た場合はレンタカーが欠かせないと思います。秋田市内まではリムジンバスで行きますよ。はい、なんとですね、昨日までは雪なかったらしいんですけど、昨日にガッと降って結構積もったらしいんですよね。なんとね、もう本当に雪男ぶり発揮しております。ちょっと安全運転に行きたいと思うんですけど、まずはですね、男鹿半島ですねにありますお食事亭美濃幸っていうところなんですけどね、マダイのなんか石焼きとかね、もうここでしか食べられないうまいものがありそうで、今電話したらやってるとのことだったので、ここ安全運転でちょっと行きたいと思います。空港からね約1時間20分ってことなんですけど、まあ雪道なんで2時間ぐらい見て行きたいなと思います。もう完全に雪道ですね。ナビでも本当は1時間20分ぐらい行けるはずやのに2時間かかるって言われましたね。男鹿半島もね、いろいろと観光スポットね、見どころありそうなんでね、まあちょっと雪なんで雪だと見れないみたいなところあるかもしれないですけど、逆に雪景色だから綺麗みたいなね、貴重な映像をお届けできるかもしれないんで、ちょっと楽しみです。はい、今ね男鹿半島に入りましたけども、もう真っ白ですね。風車が綺麗ですが、さっきね前のトラックがめっちゃ横滑りしてたんですけど、なんか全然懲りずに速いスピードで行きますね。やっぱ地元の方は慣れてるんですかね。ちょっと滑るぐらいも織り込み済みなんですかね。いやーでも綺麗ですね。晴れてるから雪景色なのに晴れてるというね、最高じゃないですか。スキーでいうと最高の天気ですね。あ、すいません、男鹿半島入ったかと思ったらまだです。もうちょっと先です。今回はね、雪道とことだったんで 4WD 借りました。なんじゃこれ、ラリーコースやんけ。私セガサターンでやったセガラリーのゲームでしか走ったことないで、こんなん。いや、セガサターンの方が雪道ないわ。ドリームキャストのこれ。今のネタわかる人コメントください。いやー、周りの店は全然開いてないですけど、ここだけは開いてました。こっちから入るみたいですね。秋田にゃんこ発見です。猫の足跡が残っております。これはインパクトがすごいっすね。こちらの方でお魚とスープを四角いお皿に魚の骨を入れてください、でそこにわさびありますけども、黒いお皿にわさびを少し取って鯛の刺身をで残ったわさびをご飯の上にのせて、ごまを振って石焼きのスープをかけてお茶漬け風に食べるのもまた美味しいです。まだわかめは味付いてませんので、酢とお醤油をかけて食べてください。あと魚の骨、小骨ありますのでつけてください。はい、ご飯をお買いにできますので、わかりました。はい、ありがとうございます。そうそう。うまっ、何これ。めっちゃくちゃうまい。すごい味が甘みが凝縮されてて、信じられない味。いやー、ここまで来た甲斐があった。めちゃくちゃ美味しいですね。初めてこんな味食べました。刺身もいただいちゃいましょう。期待が高まります。刺身もうまっ。うまい。もうちょっとスープ入れた方が美味しい。あ、本当ですか。ありがとうございます。プル。次はお茶漬け風にしていただきます。
しいのに濃厚や。何やろこれ、初めて食べる味。雪の中来てよかったな。すいません、ご飯バーリーでもらっていいですか。こんなんご飯が無限に食べれるわ。いやー美味しかったですね。もうこれ食べるだけのためにね、秋田来てもいいかなっていうぐらいです。こんな大雪の中来てよかったです。でこの後ね、ちょっと生ハゲ館とかがねあるんで行こうかなと思ったんですけど、生ハゲ館がねどうもなんか山の上の方にあるみたいで、ちょっとこの雪の中行くの危険だなということで、今日はちょっとやめたいと思います。皆さんもねこの辺来たら近くにあるんで、興味あれば行ってみてください。あと展望台とかもあるんですけどね、展望台もちょっとなんか怪しいな、ちょっと無理っぽいかもしれないですね。まあでもこの美味しい料理を食べれて満足です。絶対おすすめです。近くに観光スポットがあるので見てみたいと思うのですが、はい、あれがね行こうと思ってた入道先とかなんですけど、もうこんな状態なんでね、さすがにこの先行くのは危険ですね。もうグルメを楽しめと言わんばかりです。で海ももうなんかそのまま行ったら僕自体が生ハゲになりそうな、そんな場所です。あとね、生ハゲってね、なんか僕すいません、なんか妖怪とかかなと思ってたんですけど、どうやら神様みたいなんですよね。なので皆さんも多分名前のなんかニュアンス的にちょっと勘違いしてる人いるんかなと思うんですけど、生ハゲは神様です。何でも見た目で判断してはいけないってことですね。そんなことも秋田は教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資。ここは滑りそう。怖っ。おお滑る。さっき除雪しておりません。やばっ。滑る滑る。うわ、こっから下り怖いな。前の人すげえな。何が違うんや。滑らしながら行ってるんかな。普通に行ってるし。怖い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 。まだ前の人が行ってくれたからちょっと振ってくれててありがたい。うわー、でっけでっけって言ってない。坂がきつい。こんなんスキーやん。はい、水族館がありますね。今日は行きませんけども、水族館に行くこともできます。男鹿水族館ですね。めっちゃ綺麗やったんで降りてみました。うおすっげえ綺麗。半端ない。こんな景色見たことないですね。おー、すごいな。さあ、秋田の男鹿半島で見逃せないポイントまた行きたいと思います。まだまだありますよ。やってまいりました。ここ本当は駐車場のはずなのに、もう僕しか止まってません。何か書いてありそうですが、すごいもう足が冷た手冷た。読めへんわこれ。あ、来た関金堂ですね。関金堂ちょっと見たいなと思ってたのにな。どっから行くんや、その関金堂に。流紋岩と溶岩が波の浸食と土地の隆起によってえぐられてきた男鹿半島で最大の高さを誇る海食洞窟ですということで、これどっから行くんやろ。ここはその関金堂の駐車場のはずなんですけどね。怖いなこれ。いきなり大きな穴とかないやろな。うわ絶景。うわーすげえ。これを見るだけでも価値あるわ。半端ないな。すごいことになってますね。
なんとね、ここ関金堂の駐車場なんですけど、調べてみると関金堂の駐車場からは関金堂にアクセスできないということで、一体どういうことなんですか。じゃあ関金堂の駐車場っておかしくね。この謎、秋田県の方教えてください。多分本当はね、また違う道から降りていくんだと思うんですけど、まあちょっとこんな感じなんでね、今日はやめときますかね。もちろん雪が降ってない時は皆さん行ってくださいね。紹介だけしておきます。生ハゲが、雪が降ってる。さあやってまいりました。生ハゲです。晴れ男であり雪男の僕が来るとこういう景色になります。半端ないですね。神様ですよ、化け物ではありません。うわー、すごい迫力。これはすごい。ああ、雪降って手袋してないからちょっと寒いな。でもちょっと手動かせへんしな。ちょっと誰か手袋はめてくれへんかなみたいなことを思ってるんですかね。ユネスコ無形文化遺産登録されております。男鹿の生ハゲでございます。生ハゲもインパクトありましたが、次もインパクトがありそうなんで行ってみます。うおー、とんでもない風が。これがゴジラの力なのか。というわけでゴジラ際にやってまいりました。ゴジラが火吹いてる、多分これ。あかん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 。今現在地ここで歩いていったゴジラ岩がねあるということで、そこら辺に多分いるんすけど、これマジで歩いていくんか。あ、でも誰か歩いていったようなとこあるな。うわー、めちゃくちゃ寒い。うわー、塩瀬崎来ました。このまま進んでちょっとゴジラ見ていきます。誰か行ってるんですよね。寒すぎる。これ前の人の足跡をねちょっと辿っていかないと。これ結構岩なんでね、気をつけないと。まあこんな時にねゴジラが行く人いないと思う。僕が代わりに行ってきました。うわー、危ねえお、すげえ、波も迫力あるな。ほうほうってね、映画が始まりそうですね。まあ、あれは千葉県ですけどね。もうちょっと先か。もう先です。よかった。これ誰かの足跡がなかったらもう絶対行けてなかったな。そこまでして見るべき岩なんか。あ、ゴジラや。あれか、ゴジラ。これか、ゴジラ。半端ないなこれ。これマジで前誰か行ったんや。うわ、来たゴジラ。ゴジラ。まだまだ絶景スポットが続きますよ。こちら宇野崎海岸にやってまいりました。本当はね駐車場があるはずなんですけど、ちょっとどっから入ったらいいんかがねもう雪で分かんないですよね。なのでちょっとねその路肩に止めてちょっとだけ見ます。でなんか海岸ね特徴的で、宮崎で見たね鬼の洗濯岩みたいな感じになってますね。なかなか絶景です。この雪景色のねこの海岸もなかなか見れないんじゃないですかね。一部凍りかけてますね。ちょっとねここ入って行きたいんですけど、これどこに罠があるか分かんないんで、ね、このまま足踏み入れたらなんか穴があったみたいなこともありえるんでね、もうこんな感じです。めちゃくちゃ深い。何センチ積もってるのこれ。50センチぐらいいってんじゃないか。ちょっとまともに入るのは怖いですね。滑る。おお。はい、ちょっとね運転も疲れたんで、この道の駅小川原というところにやってまいりました。ちょっとねここでなんか休憩できたらなと思いますが、なんかちょっと人少ないですね。なんでなの。オガジェラートとかね
あるみたい。松ぼっくり特製って書いてます。嘘でしょ。今日2月15なんですけど、2月15、16、休館日ってなってます。なんで臨時休業？道の駅とか休むことあるんや。マジか。なんてこと。休憩しなかったな。無念です。またモーリーチャンネルあるあるが発動してしまいました。でも今日の夜の居酒屋が開いてたらもうそれでいい。小川原周辺のねランチマップなんかもありますね。ちょっとなんかねスイーツ食べたいんですけどね。風車すげえ。あちらがね秋田駅なんですけども、秋田駅から徒歩どれぐらいでしょう。4分ぐらいですか。クラウンプラザホテルね。クラウンプラザホテル秋田にやってまいりました。今日はね改装したお部屋にアップグレードされているという、はい、11415室ですね。取っていきたいと思います。角部屋です。こじんまりした感じですけども、でも景色がすごいいいですね。はい、窓から見える景色が今雪景色なんで綺麗ですね。駅がちょうど見える感じです。秋田駅というね文字が見えます。ソファーも新しめになっておりますね。それでは飲み歩き行きたいと思います。もう運転疲れました。早く日本酒飲みたい。急ぎます。こけないようにね。今日はね雪が降ってるんでこんな感じですけど、いつもだったらもっと人が歩いてたりするんですかね。逆にねこの雪のおかげで普段は予約いっぱいで入れなさそうなお店もねなんか入れそうな感じなんで、撮影的にはラッキーだったな。楽やってまいりました。もう入ってる。めっちゃ4時半からで5時に今到着したんですけど、めっちゃ入ってます。天ぷらございますね。じゃあそれ全部いただきます。はい。人気店なんでね、相席になっております。なんとお通しが2種類もついてるというお得すぎだろう。お通しからうまい。早く日本酒を飲みたい。まずはビールからという謎の宗教。雪の帽子がいただきます。アイスブルーとハイカットのこれはうまいですね。飲みやすい。なんか日常的に飲みやすい感じですね。次のやつ。こっちの方がキレがいいですね。これは辛い。だんだん辛くなって感じ。これも初めてセリのサラダが来ました。仙台でねセリ鍋を食べて美味しかったんですけど、これも美味しいでしょう。セリ。これもうまいな。バッタに来たって感じ。さあ秋田といえばきりたんぽ来ました。じゃあきりたんぽ。寒い日にめっちゃいいっすね。食べ応えあるな。後ほどねなんかもちもちしてないですけど、きりたんぽってなんなんやそもそも。
潰したうるち米の米を杉の棒に先端から包むように巻きつけて焼いたあんぽ餅を棒から外し食べやすく切った食品ということなんですよ。確かになんか餅っぽかった。白子いただきます。これが秋田か。うまっ。ありがとうございます。どの日本酒今？庶民の利き酒セット頼むな。これがうまいと噂のナンバー6。ナンバー1にねならなくていいです。僕もナンバー6目指します。 YouTube 界のナンバー6目指します。いやそれはそれですごすぎやけどな。これはなんだこれ。わかる。これをフルーティーな日本酒の概念をもう超えてるなこれ。いやー美味しかったですね。地元の方もね旅行客も来てて美味しい店でした。さすが Google 評価 4.5。 利き酒セットがねめちゃくちゃお得でしたよ。それではねまだね6時ぐらいなんですよ。6時15分です。まだ夜は始まったばかりということで2軒目ね行きたいと思います。もう足元めっちゃ滑るんでね酔っ払ってたらもう怪我です。ここはね結構駅から離れてるところなんですけど飲み屋街ということでスズラン通りとなってますね。2軒目はねここね通りにあるお店で飲んでいきたいと思います。これですね秋田の滝というお店ですね。ここで結構ね秋田の名物をひっくるめて食べれそうなんで Google 評価 4.2 のお店入っていきます。はい秋田のね地酒飲み比べセットとかでまだ雪の帽子とかね朝倉まだ飲んでないですね。太平山まだ飲んでないですね。さっきと違う種類なんでこれはこれ飲んでみたいですね。あ石狩桶鍋とかあるんですね。きりたんぽ鍋いっぱいやっぱ鍋の種類あるんですね。あはたはた焼きね食べたいですね。あ火打ち鶏もあるんだ。エロ納豆ねこれ秋田ではいろいろのことをエロエロと発音します。なるほど。僕もどちらかというとねいろんなところに旅してるからエロエロ YouTuber ですかね。あいぶりがっここれ頼みたいですね。あここちょっとねやっぱいろいろ秋田の名物楽しめますね。飲みます飲み比べセットちゃんとこう書いてくれてるんですね。ありがたいな。あ逆やったこっちに映してるんですね。あこういう感じで全然見えへんけど剥がしてみる感じ。じゃあ飲み比べセットねいただきますか。また雪の豪奢からいただきましょう。純米酒らしい旨味と吟醸酒の軽快さが調和したお酒で最初の一口はこちらをどうぞ。最初の一口にぴったりですねこれ。あーうまいな。先ほど別の店で飲んだやつよりもちょっとキレがある感じですね。純米だから山ハイだからちょっとキレがあるんですね。おねこうしよったなんかマフラーをつけてたせいでなんかちょっとそのほこりや鼻がムズムズして、ね、うっかりちょっとこぼそうにした。危ない秋田恐るべしですね。車乗ってたら滑りそうになるわ。車乗らんでもこうほこりでねお酒こぼしそうになるっていう恐ろしいですね。で次赤青ですね。ちゃうわ全然ちゃうわあざくらでした全然ちゃうやんあざくらです。すいませんいただきます。これキレがいいな。そうキレがいい中にフルーティーな感じくるな。うわこれ刺身とかで合いそう。刺身と一緒にどうぞって書いてるな。太平山これちょうどねなんかツイッターで見たんですよね。僕は秋田行く前これ飲んでる人ね太平山どこのお酒やろうって見たら秋田やんけみたいなね。う
うんまこんな感じちょっとあんま味わったことないな。日本酒をなんかジュースにしたのかなっていうぐらいちょっとフルーティーですね。優しい飲み口ですね。美味しい。これはこれでいぶりがっこですね。最近はね結構よく聞くようになりましたけどね。いぶりがっこ、このいぶりがっこはね、大根を燻製にして米ぬかで漬け込んだね、雪国秋田の伝統的な漬物ということですね。ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしかったです。とか言ってたら失礼します。うまい。燻製された感じがいいっすね。お酒に合うわこれ。なんかワインとかも合いそうな感じ。ほのかになんかこうチーズっぽいというか。火打ち鳥って言ってた比内鶏でした。うまそうですね。これもね、視聴者さんからね、秋田駅からどこ行ったらいいか、何食べたらいいかみたいなコミュニティで聞いてみたら、いろんな方がね助けてくださいまして、本当にありがとうございます。ここでこの比内鶏食べた方がいいということでね、本当比内鶏はね、別の地域の名店があって行きたかったんですけど、そこに行ってるとちょっと観光できそうにないんで、今回はちょっと見逃したんですけど、まあそうですね。それでは比内鶏いただきます。これは絶品だわ。なるほどな。宮崎とかもね鶏めちゃくちゃ美味しいですけど、この秋田の比内鶏もまたうまいな。またちょっと違うアプローチっすね。すごい淡白な感じではあるんですけど、めっちゃジューシーで、こうなんかずーっとこう旨味がねこうずっと残ってくるっていうような感じです。脂っこくないですけどうまい。逆になんでうまいんやろっていう感じぐらいですね。これね、明日比内鶏のねちょっと親子丼食べたいなと思ってるんで楽しみっすね。親子丼絶対うまいやん、こんなんで食べたら。ありがたいですね。やっぱ一生に一回はね行っときたい場所ってめちゃくちゃありますね。まだまだ知らないことが多すぎる。全部体験するまでにね命は尽きるかもしれないですけどね。でもできる限りね制覇していきたいですね。これはめっちゃエロいですね。エロ納豆きました。エロエロですわ。半端ない。エロ納豆をかき混ぜていきますよ。いいね。いいよいいよ。秋田の納豆が発祥とのことにね。うわー、このネバネバいいね。それではね、エロエロ納豆いただきます。絶対うまいな。うまい。これ似た感じの宮崎でも食べたような気がするな。間違いないですね。ヘルシーやな。なんか夜のお店にもかかわらずエロがヘルシーですね。はたはた焼きもきました。うまそう。白焼きうまそう。いただきます。うわー、ちょっとだけ身を食べただけでもめちゃくちゃジューシーで、うわー、めっちゃ味が染み込んでくる。どれがいいんやろ、どれがいいんやろ、どれがいい、真ん中かな。合うな。そしてイカの唐揚げきました。イカの唐揚げいただきます。す
すごい柔らかい。呼子のねイカとかもめちゃくちゃ美味しかったですけど、またなんかこのイカは柔らかくてまたちょっと印象が違いますね。イカでもやっぱこう場所によって全然歯ごたえとか違うんですね。いやー、秋田も奥が深いですね。さすがね、なんかさっきどっかの看板にね東北の横綱って書いてたんでね、さすが横綱すごいっす。なんかいい店にしか出てこないイメージ。つかめるかな、僕の箸さばきで。苦手なんですよね、お箸。全然つかめんな。これ永遠にもうそこのね、なんかちょっとグロテスクな感じがねいいんですよね。うまっ。うわこれ独特だな。なんか珍味って感じ。この純菜って取るの結構大変なんですよね。なんか一回テレビで見たことあるんですよ。これ取るカヌーかなんかね持って取るんですよね、一つ一つ池で。だから価値があるんですよ。上品な味。これでねご飯5杯食べれるとかみたいな味じゃないですよ。一つ一つこうちびちび楽しんでっていう味です。うまい。うまそう。とろとろネバネバ系。それでギバッサいただきます。ギバッサ。ネバネバで一気に喉にかかる感じあります。うまっ。これも珍味やな。ここじゃないと食べられない秋田ならではの味ですね。秋田はなんかネバネバ多いの。まさにエロエロですね。ちょっとね秋田とは関係ないかもしれないですけど、ちょっとどうしてもずっと飲みたかったフグヒレ酒がこのお店にあったので、うわーうまそう。下関の方に怒られるかもしれないですけど、フグヒレ酒ここでいただきます。いい匂い。わめっちゃいい匂い。いやーずっと飲みたかったフグヒレ酒。ハタハタ寿司とねちょっと合わせていただきます。てかハタハタ寿司ですね。なんかちょっと想像してたの違ってたな。普通にお寿司みたいな感じで来るかなと思ったら、でもご飯と一応ね一体化になってます。いただきます。うまっ。これ寿司で食べた方がいいな。ハタハタ塩焼きはなんかそうハタハタらしさみたいなのがねなんかあんま感じられなかったですけど、寿司はめっちゃうまいね。酸っぱくてこんな味は食べたことないって感じでうまい。そしてフグヒレ酒タタタタ熱いよこれ。これだわ。これはうまい。これね一回僕家にヒレを買ってね家で飲んでたことがあるぐらい好きなんですよ。染み当たる。はい、2軒目もね良かったですね。でこのままねちょっと他の店飲んでもいいんですけど、同じようなねちょっとラインナップになってしまう可能性もあるんで、ちょっとここで変化加えてラーメン屋さんとか行きたいなとちょっと思っております。やってまいりました。ヌードルバーですね。時間ギリギリなんでね入れるか分かんないですけど、ちょっと秋田っぽいか分かんないですけど浅草とか書いてますけど、おすすめ秋田味噌ブレンドします。味噌の味はする。秋田味噌の味。そううまかったな。はい、秋田の駅前はこんな感じ。最近はどこの駅前も結構都会感出てるな。できりたんぽ屋がねせっかくグルメで、来たところでですね、今回僕は行きませんでしたが都会だな。秋田は思ったよりも都会。秋田県には出会えませんが秋田にゃんこにやったら出会えますね。どこ行ってんねん。
ハイバーもありますね。はい、それではね、部屋をちゃんと取っていきたいと思います。ケトルがありますね。ケトルもあって、その後ろにこうやってスイッチ類もあります。ここはね、リニューアルされてる部屋なんで、結構コンセント類とかも割と今の時代に必要な場所にある気がします。それでここを開けると必要なねグラス類とか全部あります。めっちゃ多いですね。紅茶とかお茶ですね、煎茶、カモミールブレンド、はい、ミントグリーンティーとかね。そうアナグランプラザはね、こういう朝用のミント緑茶だったりとか、なんか夜用ほうじ茶とかね、いろいろあるんですよ。でコーヒーとかね、全部揃ってますね。で冷蔵庫があります。でこのデスクも綺麗ですね。で立てかけられた小型のディスプレイがありまして、はい、このディスプレイも、最新のものなんで、こう YouTube とかね見れる感じになってますね。空気清浄機がありまして、ここちょっとソファースペースみたいなのがありますね。ここでちょっとこう飲んだりとかもここを使ってできる感じですね。はい、そしてちゃんとパジャマも用意されております。でこのベッドサイドですね、こちらコンセントと USB のケーブルがありまして、時計もシンプルにあります。部屋から反対側のこうスペースにクローゼット代わりのねこうハンガーありまして、でちゃんとこう消臭剤もあって、はい、アイロン台とアイロンもあります。そしてその下にここにドライヤーがあってねですね、これもねグランプラザでは当たり前にある蒸気でホットありますから、これ超嬉しいんですよね。でここにスリッパが置かれてると。でこちら洗面台です。洗面台も結構新しい感じですね。トイレも綺麗ですし、体重計まであります。体重測るのちょっと怖いけどな。そして大きめの鏡と、こちらにタオルと、こちらアメニティもありますね。全部揃ってます。はい、入浴剤まであります。ありがたいですね。そしてシャンプーとかはボトルタイプになってます。でこちらシャワーですね。これも最新式になってます。浴槽も結構広めですね。十分大人が入っても2人ぐらい入れそうなぐらいのね広さですね。でこの洗面台も結構新しい感じですね。ちょっとおしゃれですね。はい、ちょっとコンビニでね気になるものを一つ買ってきたんですけども、この秋田名物ババヘラアイスですね。これちょっとね今日食べに行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間的に食べに行けなかったんですけども、なんかね長崎のチリンチリンアイスに似たような感じで、バラの形にこうなんかヘラでこうバラの形にこう仕上げてくれるみたいな。で通常はこんな色じゃなくて、もっとこうピンク色というか赤色というか、そのバラの色に近いやつで、元祖のところはちょっと違うところだったんですけど、これは小玉麗華っていうまた別の会社のアイスがローソンでね売られてたんで、これ食べてみたいと思います。ソーダ&レモン味いただきます。カップに入ってるの珍しいと思うんですよね。普通にソーダですね。この形が珍しいって感じで、味自体は別になんか初めて食べる味って感じじゃないですね。秋田県のイベントや観光地で販売している元祖小玉麗華のバハヘラアイスですと。バラの花が咲いたように盛り付けるバラ盛りを一つ一つ手作りしたカップアイスですということですね。おばちゃんの職人技まで楽しんでいただきますということで、これですねちょっと食べちゃいましたけど、こういうねバラの形楽しむことで、これ手作りなんですね。そう考えると価値あるんですね。海外とか行ってもねなんかこういうのありますけどね、手作りと言われるとなんかより美味しく感じる気がします。ラーメン食べた後なんでめっちゃうまい。はい、部屋から見える夜景はこんな感じです。綺麗ですね。あの辺歩きましたね。おはようございます。今7時ぐらいなんですけど、まだ真っ白ですね。今日は朝早く朝食食べて田沢湖に向かいたいと思います。そして乳頭温泉郷とかね行きたいと思います。はい、それでは朝食行きたいと思います。はい、それではね朝食ざっと取っていきたいと思うんですけど、コーヒーとか紅茶がねいろいろ楽しめますね。トマトジュース、グレープジュース、オレンジジュース、ミネラルウォーター、牛乳、豆乳とね、ご飯の食べ比べもあります。秋田小町とめんこいな、そして和食も続きますね。こちら漬物のところにはいぶりがっこがありますね。オリジナルカレーとトウモロコシのポタージュで味噌汁もあります。きりたんぽを作って食べれるんですね。稲庭うどんも食べれますね。サラダも充実してますね。安心です。他にもねいろいろありましたんでざっと紹介しておきますね。こんな感じです。充実。小川の塩も使えますね。
ポテトにパンも充実してますね。さすが ANA クラウンプラザホテルですね。ハムとかね、チーズ類も充実してますし、ヨーグルト類もね充実してて、コンポートなんかもあります。嬉しいですね。はい、そしてフルーツも充実しております。グラノーラ系ですね。ソフトクリームまで作れるんですね。すごい、あんな感じで調理してます。やっぱりこういうホテルに行ったらオムレツを作ってもらうのが最高ですね。ありがとうございます。昼にね結構食べるから控えめにしようと思ったのに、結局こっちにました。しかもソフトクリームまできりたんといぶりがっことね、でご飯です。食べ比べいきます。コシがめっちゃあるってことじゃなくて、むしろない方なんですけど、うまいですね。それとなんか麺の切り方ですかね、ちょっとそばっぽくて優しい味。ご飯食べ比べですね。北小町。もう一つのやつがあれですね、麺クイナーみたいな感じのやつです。麺っぽいなやつ。ちょっとわからん全然。すまん、全然わからん。違いがどっちも普通にうまい。それだけ日本のね米の美味しさっていうのはどれも素晴らしいということですね。いぶりがっこといただきます。これですね、この山々がすごい綺麗。今ですね、だいたい10時ぐらいなんですけども、本当はね今日8時ぐらいに出て田沢湖に向かって、田沢湖観光してから乳頭温泉行って、で乳頭温泉入ってからまだ戻ってきてランチ2軒ぐらいしてね、そこから横手の鎌倉今日やってるんで、横手の鎌倉っていう祭りやってるんで、そこに行こうかなと思ってたんですけど、すいません、ちょっと朝がやっぱ弱くてですね、朝起きれませんでした。なのでね、今日はこのままね田沢湖と乳頭温泉に向かうんですけど、その後のランチがねちょっと遅くなりそうなんですよ。多分3時とかなるんじゃないかなと思うんで、そのランチ1軒ぐらいだけ楽しめたら楽しめて、明日まだちょっと予備の日程設けてるんで、そこで今日行きたかった残りのランチ行ったりしようかなと思ってます。ちょっとね旅は何が起こるかわからないんで、ここからどうなるかわかんないですけど、乳頭温泉も入れるか入れないかわかんないですけど、とりあえず行ってみたいと思います。行ってきます。やば、雪めっちゃ積もってる。はい、もうすぐね乳頭温泉興味になります。いや、なんかもう雪がすごいですね。富山の黒部立山アルペンルート、立山黒部アルペンルートどっちか忘れましたけど、あれを思い出しますね。あの動画ねちょっとあんま見られてないんで、ぜひ見てくださいね。とんでもない16メートルぐらいのね雪の壁がね迫るところを見てるんですよ。でもね、そこに行けないとしたらこの乳頭温泉のね1メートルぐらいの壁見てもいいかもしれませんね。そもそもここにも来にくいです。来ました、乳頭温泉。今日やってまいりました、乳頭ホットスプリングス。来ましたね。乳頭温泉といえば混浴ですね。踊っていきますよ。ここは鶴の湯ですね。ここ一番有名ですね。ただここねちょっと撮影ができなさそうなんで、まずは撮影ができそうなところに行きたいと思います。秋田美人入ってへんかな。2日経ってね、ちょっと雪道の運転も少しずつ慣れてきましたね。神経まだまだ使えますけどね。やっぱキーポイントはブレーキをできるだけ踏まないっていうことと、やっぱ車間距離をしっかり取るということですね。車間距離さえ取ってれば、最悪ちょっとずるっとこう滑ってもなんとか間に合うんで、結構滑りますよ。でブレーキ踏むとスリップするんで、ちょっと手を出すとめちゃくちゃ冷たいです。これ本当に裸になってお風呂入れるんかな。なかなかの自殺行為のような気もします。でも行ってる人いるな。いや、今日ね横手の鎌倉っていう祭りの日なんで、多分秋田に来てる人は多いはずなんですよ。結構ホテルも取れなかったんで、
なのでまあその横手の鎌倉にもみんな行くんでしょうけど、そりゃ乳頭温泉も行こうぜってなるんじゃないかなと思うんですけど、でもこの雪なんでね、いやちょっと無理かみたいな感じでやめてる人もいるって考えて、それをプラスマイナスしていつも通りみたいなぐらいの人数じゃないんかなみたいな。だからこの昼間とかはやっぱ明るくてね、そのやっぱ混浴のところ入るの恥ずかしいわみたいな人が多いと思うんで、チャンスなんじゃないかな。誰もいないみたいなね。僕はもう全然見られても OK なんで、もう YouTube で何度も撮ってますからね。だいぶちょっと滑ってきましたね。今僕がずっと喋ってることも多分滑ってるような気がするんですけどね。おお、もうここ2メートルとか3メートルとか増えてきましたね。うわ、これやば。通れる？いけるかな。すんげえ。ちょうどホテルから2時間ぐらいでしたね。まあまあ遠すぎず近すぎずって感じですかね。結構駐車場止まってるな、人いるな。撮影できるか微妙っすね。いいよ撮ってみたいなね感じの人ばっかりやったらいいっすけど、それは絶対ない。何場温泉16時前です。あ、1台だけ。1台だけっぽいな、新人。さあいよいよ混浴露天風呂入りますよ。はい、ここでね、スムーンというブランドの商品を紹介させてください。このスムーンさんの商品はまさに旅する下着と言っても過言ではない、旅にぴったりの下着で、僕もねこのトライズ 2.0 というね商品を長年愛用しております。腰の痛みを軽減するねプロテクトパンツもあります。まずね、なんといっても軽くてね乾くのがめちゃくちゃ早いんですよ。旅先でねさっと洗って乾かしておけば朝には使える状態になります。もちろんね普通に洗濯もできます。これ軽くてね薄いんで荷物にもかさばらない。旅に行く時は乾きやすいからね、数枚だけ持っていけばなんとかなります。履き心地も最高でね、縫い目がない独自技術で作られてるんで締め付け感もないし履いてないみたいなんですよ。僕はね肌が結構弱いんですけども、そんな人でも痒くならないような肌触りでですね、これはね絶対試してほしいです。普段使いにもバッチリですよ。旅にも嬉しいアームカバーとかね、実は女性用のラインナップの方が充実してるんですよ。ぜひね女性の方もチェックしていただければと思います。詳細は概要欄へ。楽天でも買うことができます。乳頭温泉はこうやってバスも出てるんですかね。時刻表を見ると1時間に1本ですね。これは厳しい。ちゃんと雪が積もってもね標識までは行ってないと。でこの奥にはここは乳頭温泉郷と書いてありますね。ちょうどお客さんが出てきたから、俺一人じゃねえの？いけるぞこれは。チャンス。なんか静かですね。天風呂ですね。女性が利用するね専用時間っていうのがありますね。すごい、こんな道をね通っていくんですよ。2人ぐらいね入ってそうなんで、ちょっと人がいたら撮影は禁止です。いやー、ここから通っていくんですね。この先に、ね、温泉があるということで、本当なのかな、信じられないですけどね。おお、滑りそうになる。おお、あるじゃないですか。すごい。おお、危ねえ、滑る。ちょっとあんな感じで温泉があるんですね。基本的に人がいた場合は撮影ダメです。こんな雪の中入れると最高ですね。いやー気持ちいいな。運よく誰もいなくなりました。ありがたい。もし人がいたらもうねこのシーンも撮れなかったんですけど、いやー本当にね撮影にはくれぐれも気をつけてください。
なんかもう結構訴訟沙汰になったりとかもしてるみたいなんで、私が取られたとか僕が取られたとかね、本当に気をつけないといけない。これからはね、インバウンドの方も来られて、ね、国際問題になり得ることもあり得るかもしれないからね、気をつけないと。いやー、それ以上本当に最高なタイミングで来ることができて、本当に良かった。運が良かった。このね、運の良さを皆さんにもお渡しできるように。その水温はですね、結構ぬるめです。ぬるめです。本当に自然のままなんだろうなと思います。これ暑くなったりぬるくなったりするんだなと。で、ちょっとこう場所によっては結構暑いところもあったりとかですね、本当に自然のままで、ちょうど雪がね、頭の中にかかって冷たいのでちょうどいいぐらいです。ただこれ上がるとめっちゃ寒いところです。寒いよ。上がると寒い。はい、乳頭温泉のね、加入温泉入りました。ね、今こうやって撮影できてるように、今は誰もねいないんでラッキーだったんですけど、いやーもうめちゃくちゃいい体験ができました。一生に一度はしたいことの一つにね、こう雪の中温泉入るみたいなのがね、僕はあったんですけど、それが念願かなってよかったです。しかもね、皆さんにこうやって撮影してお伝えできてよかったなと思います。ただね、もう髪の毛もね今凍ってます。カチカチです。凍ってますし、足も寒いしね、体の芯はね温まった気がしますけど、結構やっぱ寒いんで、体温管理とかね、体調悪い時に来るとちょっと良くないかなっていう感じはするのと、あとね、タオルとか一切ないので、着替えもね本当になんかもう丸見えなんじゃないかみたいな着替えの場所なんで、そこだけ気をつけてください。ちゃんとタオルを持ってくるっていうことと、ただタオルをお湯につけたりしたらダメなんで、やっぱりこう混浴でね隠したくなりますけど、中に入れるのはダメっていうことなんで、もう本当にね、ここは割り切って行くぞって行くか、女性の方はね特に19時ぐらいから女性専用の時間ありますんで、その時に行ってください。いやー、すごい場所でした。みんなね洞窟みたいな場所で温泉入れるんですからね、すごい場所ですよ。誰が道これ作ったんや。この雪のギシギシ音もいいですね。いやー、運よくほんと誰も来なかったのは最初は言いましたけど、もう一箇所ぐらいね行って撮れたらいいんですけど、僕が終わったタイミングでバスが来て、なんか何人か来てるんですよね。なんと運がいい、奇跡。はい、タミの湯やってまいりました。タエの湯、タミの湯、どっちかわからないですけど、もうね車でほんと1分ぐらいでもういろいろね、その大釜温泉とかありますけど、全部さっと回ります。だから全部の温泉を回ることも可能なんで、僕はちょっとねまだまだこう分刻みで行かないといけないところあるんで、2つぐらいにしようかなと思うんですけど、もうやっぱ温泉好きでここでゆっくりしたいっていう方は、7つだったかな、全部回るのも全然ありだと思います。タエの湯でした。でこのタエの湯はねちょっと貸し切り温泉ありそうなんで、それ借りれたらちょっと入ろうかなと思います。あ、誠にお寿司はございませんが、本日の日帰り入学が終了いたしました。なんでやねん、もうなんでこんなことが起こるの。足くすく温泉まで閉まるの。まあでもさっきのね、もう一番撮りたかったやつが撮れましたし入れましたんで、もうこれで最高の体験できたなと思います。なんか僕の気持ちを表すかのようにめっちゃ雪降ってきたよ。やばいなこれ、早くここ出ないと帰れなくなる。ランチ食べないといけないんでね、もう今1時半です。はい、ここから2時間ぐらいかけてね、そのランチの場所に行きたいと思います。ランチって言っても4時がラストオーダーだったんで、はい、そこ空いてくれることを願います。あ、1時間でした。すいません、2時間と思ったら1時間です。1時間で間に合うか。途中でアイスクリーム食べたいですけどね、こんな寒いのにアイスクリーム食べれるんかっていう話もあります。こっからまっすぐ行くと鶴の湯っていうところに行きます。ここだけがね乳頭温泉郷の中で結構離れてる感じですね。で
ここの鶴の湯は結構初心者向けで混浴あるんですけど、その混浴も結構白濁してるんですよ。なのでもうやっぱこう一瞬だけ見せることはあるかもしれないけど、もうお風呂の中入ってしまえば見えないみたいな。ただ一切ここ撮影禁止の場所なんで、今回僕からお伝えできることはそこまでです。はい、ぜひご自身の目でお確かめいただければなと思います。本当初心者向けです。まず行くならそこっていう感じですが、僕はちょっとYouTube 上でね、なんかどんな雰囲気かっていうのを伝えられたらと思ったんで、まずさっきのねカニ場の方に行きました。それではランチ向かいます。はい、この辺りがね武家屋敷になるんですけど、だから時間ある場合はもうこのままランチとこの武家屋敷行くっていうのもありです。すごい綺麗な街並み。街並みを楽しみながらランチスポット行きます。はい、やってました。うまそう。50食限定親子丼いけてんのかな今日。究極の親子丼、これ食べに来ました。みな市通り。いやー、これあってよかったな。いろいろなメディアに紹介されています。セットもあるんですね。さあ来ました。親子丼と何がうどんのセット。これがきりたんぽですね。味噌きりたんぽ。そして開けますよ。これだ。これが究極のうなぎ鶏親子丼でございます。いかすです。想像を超えてきた。濃厚で卵のまろやかな甘みが、これはうまい。そしてこれが稲庭うどんですね。うまそう。もううまい。あっさり透き通った味でツルツルした感じでうまいっす。いきなりこれいただきます。これも味噌が効いてうまい。柔らかくてちゃんと歯ごたえもあって、でももち感もあってこれもうまい。そうでした。ちょっと大きいサイズの頼んでもよかったな。それではね、ちょっと武家屋敷も見たいと思うんですけど、なんかプリン売ってるとこがあるんで、そこをちょっとすいません、全く逆でした。いやー、雰囲気いいっすね。河原岳、ちょうど今雪もパラパラ降ってますからね、美しいです。ちょっとプリンを食べに行きます。小野田家、小野田マジかよ。こんな家持っとったんや小野田さん。今の発言怒られるかな。こんなところもあるんですね。結構街並みとしては多分見応えありますね。絵になる映画の舞台でも出てきそうな感じですね。非公開ってね書いてるとこもありますね。僕の動画もね非公開のやつが結構あるんですよ。メンバーシップに入ったら見れるんでね、ぜひメンバーシップに入ってください。ここも非公開のところ、なんかメンバーシップに入ったら入れるようになるんですかね。見えてきました。秋田プリン亭前、営業時間4時まで。今ちょうど3時ぐらい。ここでプリン買いたいと思います。お、滑らかプリンが完売や。マジか。これにしよう。いちごプリンも美味しそうやな。なんかおすすめってあるんですか？そうですね、本日のおすすめは武家屋敷プリンになっております。じゃあこれにしようかな。じゃあ武家屋敷プリン。これが秋田プリンですね。すごい色ですね。はい、それではですね、秋田プリンここで食べたいと思います。めっちゃ寒いんでちょっと手袋した方がいいですけど、いただきます。こんな感じで、雪もめっちゃ降ってきた。雪も食べることになりそう。うまっ。うまい。卵が際立ってる。しかもね、これちょっとねチョコが入ってるんでね、ブラックココアが入ってるんですね。
うまいですね。ちょうど今日バレンタインね、2日過ぎたところですけど、皆さんからバレンタインいただいたと思いながら食べます。ここはなんか桜も良いみたいですね。しだれ桜がね、結構ね中国人も来てますね。で武家屋敷はね、一つ一つのその家とか屋敷をね見るのにお金がかかったりとかするんで、狙いを定めて見るのがいいんじゃないかなと思いますね。あとは好きな人はもちろん全部見たらいいと思うんですけど、じゃあそれではホテルに今日向かって、今日のメインイベントですね。いや乳頭温泉もねメインイベントだったんですけど、今日明日やってるね横手の鎌倉っていうねイベントがあるんですけど、3年ぶりに開催ということで、たまたまその日に来ちゃいました。ということでやっぱそれをねちょっと撮影しに行きたいと思います。体験してみたいですね。はい、ホテルね近くに来たんですけど、まずちょっとね横手の鎌倉どんな感じでやってるんかなっていうのをちょっと下見してからね、そこからホテルチェックインして、歩いて行きたいなと思っております。市役所のね近くと公園の近くでやってるみたいですね。6時からね鎌倉、ミニ鎌倉やってるみたいですね。で今が横手公園ですね。後でこの辺こっち側行こうかなと思います。市役所の方ね、ちっちゃい鎌倉ありますね。いいっすね。もう結構鎌倉あるな。水神様が飾られてますね。すごい。中はなんかちょっとあったかい感じするな。あったかっ。めっちゃあったかくしてる。横手の最高。インスタグラマーか公式で撮影されてますね。テレビ局もね入ってきてるみたいで、まさかそんな中に僕が紛れてるなんて。ろうそく火入れるそうです。火入れる瞬間撮っちゃいます。はい、ここからねホテルチェックインして、そこからまた市役所の方の会場に向かいたいと思います。結構雪も降ってるんでいい感じの日になりそうですね。さあ今日はね横手市のホテルに泊まります。はい、今日はね横手セントラルホテルさんのこの部屋で過ごします。ちょっとねやっぱ祭りシーズンなんでホテルの値段がめっちゃ高かったです。花火やってるじゃないですか。すごい雪が降る時に花火あるんすね。僕はこのね祭りが始まった瞬間にあそこに行くとめっちゃ混むと思うんで、まずご飯食べに行ってくれます。ご飯食べ終わってちょっとほろ酔い気分で鎌倉見に行きたいと思います。みんなと逆を行きます。ここもね全部穴になってろうそくついてるみたいなんですけど、消えてるんですね。結構これもう消えかけですね。美しい。アーニャじゃないですか。名台詞が出てこんわ。やってまいりました。今日のね食事処へのかっぱ来ました。ここでね横手焼きそばとかね、ここの横手のものが食べれるということで、これいただいてから祭りの方行きたいと思いますね。こんな順番で行く人ってなかなかいないと思いますね。もう本日は中華そば焼きそばのみ提供ということで、
なんということでしょう。それでいいんです。焼きそば食べようと思ってたんで全然 OK。 おお、横手焼きそばありました。お疲れ様でした。うめが行われました。4年ぶり。今から肉鎌倉をね、くだらねえとか言ってますね、おじいちゃんたち。僕今から行くんでね、あんま言わないでください。最後を飾る竹内は祭り終わった人がね、打ち上げで使うみたいでどんどん来ましたね。すいません。この片面焼きのね、目玉焼きがあるのが特徴ですね。各店、羊のね、だし入りのウスターソースで味付けされているということですね。あとね、横手焼きそばの特徴として紅生姜じゃなくて福神漬けがね、ついてるんです。ちょっといただきます。焼きそば自体はね、本当にうまいそばです。B 級グルメって感じ。濃厚でうまい。餃子って何もつけないで食べれる。だしが効いてる。なんか味がついてる。たまらずね、もう一本2本目ビール飲みました。日本酒本当は飲みたいんですけどね。そう、これはやっぱビールでしょ。来ました、中華そば。ついつい頼んでしまいました。なんかね、グリルとかも行ったらもう絶対頼んだ方がいいみたいな感じで結構頼めるんですよね。これがセットにこれから頑張るから。これから攻めるんだって。俺できなかったと攻めるんだったら俺も。さっきのね、ソースもんもそうですけど、大阪でも全然勝負できるという。さっき言ったらボンビンでこして肉をそれを言ってらっしゃい。いくらでも食べれる。これはあ、YouTuber やってます。YouTuber なんですか。YouTuber しゃべるけど。こうバーって流す。いや YouTuber が出てもいいんですか。今できてない。流れるよ。YouTube OK です。神戸だってよ。こっちもだろう。下はどこ？いや、かっこいいですね。早く撮って終わった。あ、終わりました。あ、撮った。撮ってますよ、ずっと。お願いします。はい。なんか PR することありますか。ここ秋田県横手市陽気の内海です3年ぶりの明日17日朝日川神社本物です。こちら入ってくぞ。明日見に行きます。本当に明日見に行くぞ。絶対来るよ。僕とお願いします。明日行くぞ。行きます。いやー、明日ちょっと約束しちゃいましたね。朝見に行くって。明日も楽しみですが、まず鎌倉ですね。はい、鎌倉館にやってまいります。ちょっと賑わってますね。結構インバウンドの方も来てますね。お店が出てます。すごい。あ、OK ですか。おお、動画も OK ですか。OK です。おお、すごい。めっちゃいい。あったかいですか。あったかいです。おお、すげえ。こっち今行きましょう。おお。動画ですよ。YouTube 出ますよ。おお、いいね、ノリがいい。
いや本当だったらねこの鎌倉の中で甘酒とかをね振る舞ってもらえるっていうのが売りなんですけど、ちょっとコロナの影響で撮影だけでその振る舞いとかはやってないみたいですね。ありがとうございました。アンケートに答えてもうねちょっと振る舞ってもらえないんで、今年はねコロナの影響で自分で振る舞います。自分で振る舞うっておかしいな。さっきもらった甘酒自分で飲みます。うまっ、最高。あったかい。この中これも一生に一度はね体験したいことですね。ほっこりよこしょう。ごめんね。僕らにおもちゃこっち。全部買って本当にくじ当たりあるのか確認しないと。グラウンプライド釣ったぜ。なんとアントニオ猪木さんが燃えるとこミニ鎌倉が集まってる。これは映えますね。おーすごい。すごいですねこれ。これは幻想的。これは素晴らしい。ミニ鎌倉。これは幻想的や。これはいいっすね。両サービス、カレーサービスギリギリ間に合いました。はい、おはようございます。今からね梵天っていうお祭りですね。それもなんか今日やってるみたいなのでちょっと見に行きたいと思います。昨日のお店で見に行くって約束しちゃったんで約束を果たさないとね。全然ねどこで待ち構えて見ればいいのか分かんないんでいろんな人に聞いてるんですけど曖昧な情報が多いんで運試しですね。昨日のね鎌倉がある近くに来たんですけどなんかちょっとずつねなんか太鼓の音がねかすかに聞こえるんですけどまだなんかちょっとその姿見えないですね。で誰も待ったりしないからねどこでやってるの。こんな状態でもね普通に出勤されてるのがすごいですね。僕だったらもうこんな雪降ったらもう、絶対会社行きたくないですけどね。まあそれで事務所とか会社とか行かなくてもいい仕事をね選んでるわけですけども人に聞くとね本当だったらこういろいろね街中を回りながら神社に奉納するんですけど、まあ、今コロナの影響でその回るっていうのをやめて浄水場からスタートするみたいな感じですね。今8時半なんですけどもうおそらく9時半から10時ぐらいにここに来てもらったらいいみたいな感じでちょっと出直します。コーヒーも無料だったんでいただきます。あまり紹介しなかったんですけどこのホテルすごいいろいろね頑張ってる感じでした。おおメロンパン買いに行こうと思ったらやってる。多分昨日の人らとはちょっと違いますね。着てるものが違う。危ない危ないこっちに倒れていくところでした。おお
はい、横手のねフレンドールというお店にやってきました。ここは視聴者さんにちょっとお伺いしまして、ここのねメロンパンが美味しいということで、はい、買いに来ました。めっちゃみんな買ってる。これですかね。あ、だいぶもう減ってますね。なんか朝に買わないとすぐ売り切れってことなんで、ね、20個ぐらいね買ってる人も多いっすね。すごい。いやー、今まだね開店して30分も経ってないですけど、もうなんかメロンパン売り切れるんじゃないかなっていう勢いで売れてましたね。すごい、食べるのが楽しみです。売り切れる前にメロンパンを確保したので、このまま祭りを見に行きます。はい、神社の方に行きます。はい、旭岡山神社にやってきました。ここにね奉納するんですね。ここ登っていくんか。そう、マジか。ここ登るんや。この靴で登れんのかな。戻りが怖い。結構最後はソリで降りていきたいくらいや。あ、なんか声聞こえる。ちょっと戻ろう。こけだめ。おお。ですよね。滑りそう。私も自信ないです。お、近づいてきた。ひじゃ下で見るの？すごい、こんな寒いのに裸っすね。あ、お祈りしてますね。各地域からねやってくるんですね。よし、先生あるのか戻してやろう。取りに来ましたよ。取りに来ましたよ。昨日覚えてますか？お店で。ダメダメや。頑張って。やめられねいやー、鎌倉のね祭りは予想してましたけど、こんなお祭りがあると思ってなかったんで、思わぬ取れ高でラッキーです。最高でした。僕は滑るんで登れなかったですけど、上までにまだ2キロぐらいあるらしいですよ。で今年はね25キロぐらい上がってるんですけど、いつもは30キロ上がってますね。はい、祭りの後のね横手公園にやってまいりました。まだ鎌倉が残ってるんでね、ここで先ほどのメロンパンとかねちょっと食べたいなと思います。蓋されてますね、あそこ。でもこことかは蓋されてないです。あ、景色も綺麗ですね。おお、ここもいい景色ですね。鎌倉があってちょっと美味しく食べれそうなところ行きますね。ここなんか行けそうですね。入れるんか。入れないな、全部囲まれてるな。
じゃあね、ここで景色のいい鎌倉の前でフレンドールさんのメロンパン食べてみたいと思います。ちょっとね、鎌倉の中で食べたいなと思ったんですけど、勝手に入ってはね良くないかなと思ったんで、いただきます。あー、冷え冷えいって上から雪が落ちてくるな。いただきます。柔らかい。あ、生クリームがうまい。ないな。人気出るの分かるな。ケーキ感覚のメロンパンって感じですね。今から行くところはね、今でも強烈に覚えている最高に美味しいジンギスカンでした。はい、いろいろ調べてね、田沢湖に行ったら絶対に寄っておけってね書いてたこのジンギスカン食堂にやってまいりました。もうここまで来たんでね、乳頭温泉も近いんで、もう一回ね乳頭温泉行きたいなとも思っております。これぐらいね、ちょっと旅程に2泊3日だと幅を持たせられるのが秋田のいいところですね。入っていきたいと思います。誰もいないわ。定食でご飯付きだよ。はい、どうしようかな。ジンギスカン定食1400円。かなり安いと思いますね。お茶とお水セルフ。いつも僕ね、最初に来たらお客さんいないのに、僕が来るとお客さんが増え出すっていうパターン多いですね。このセットで1100円。ご飯はおかわり自由。タレもうまい。これは絶対ね、乳頭温泉行ってこことセットですね。うますぎてもう一個頼んだりした。ご飯おかわりしました。今日は糖質制限中止します。いやー、美味しかったですね。ここはやばいっすね。ちょっと僕今まで食べたジンギスカンの中でもナンバーワンと言えるうまさでした。ここは来た方がいいですね。肉を食べたらアイスが食べたくなる。誰がこの流れを作ったんでしょうか。ということでね、今日はアイスを食べにこっちにやってきました。本当はね、昨日温泉入った後に行きたかったんですけど、ちょっと時間がなく、今日はアイスにします。これもね、視聴者さんの方から紹介いただきました。温泉入った後にここでアイス食べたらいいんじゃないですかということでね、いただいたんですけど、どっちやろう。あ、こっちかな。蜂蜜ソフト、こっちでした。蜂蜜がたくさん売ってます。これですね。こんなのもあるんですね。5箱つきます。8以外は都合が1つです。8が出るといいんですね。350円です。どうぞ。雪に似合うソフトクリームでございます。それでは蜂蜜ソフトいただきます。ちょっと雪乗っちゃってますけどね。ほんのり蜂蜜の味がする。これも絶品だな。さっきのねジンギスカン食べた後なんで、もうさらにうまい。でこれ温泉も入ってたらもっとうまいでしょうね。
普通のソフトクリームの後味にちょっとこう蜂蜜の甘みと粘り気を感じる感じですね。これは絶品ですね。大変お待たせをいたしました。田沢湖ね、いつとんねんみたいな感じで思ってた方もいらっしゃるかもしれないですけど、やってまいりました田沢湖。そしてですね、あと達子像ですね、あそこにあります。今日は雪が降ってるんでね、絶景ではないかもしれませんが、これも貴重な姿でしょう。これですね、達子。なんだ達子像とは。はい、この田沢湖なんですけどもね、田沢湖は達子姫伝説の地でもあり、金色に輝くこのね達子像がシンボルとして有名と。でこの水深ですね、田沢湖は水深は280メートルで、一番深いところは423メートルもあるということで、日本で一番深い湖になってるんですね。日によっては湖の色がめちゃくちゃ青くなるらしいです、ね。今日は雪降ってるんで見えないですけど、映像でね、写真とかで見せたいと思います。はい、あれを見ると田沢湖周辺のねマップとかが出てますね。達子像の伝説。田沢湖の伝説の美少女達子がかすかな恥じらい、沐浴から上がって何かを待っている、そのような乙女心を表現しています。何が待ってるんでしょうか。その感じでちょっともう一回見てみよう。何を待ってるんでしょうか。沐浴から上がってきたっていうか、雪降ってるから寒くないんかな。いや秋田のね動画撮っておきながら、全然秋田犬出てこんやんけみたいなね、皆さん思ってるし、僕も思ってるんですよ。全然いないんですよ。なのでね、ちょっともうお金で解決したいと思います、もうお金で秋田犬触りたいと思います。このお土産屋さんで買い物をすると秋田犬に触り放題ということでね、ここにいますね。さあまずはこれにチャレンジしたいと思います。どうしても、ね、出会えないんで。お休みの秋田犬が出てきました。こんな色の秋田犬がいるんですね。買い物したんで3分間くれます。さあやっと秋田犬と触れ合います。撮影は OK ということで。おおすごいでかいな。おお全く匂い気もしてくれませんが、近くで見るだけでも全然いいですけどね。すごい。おおはい、おカメラはいいっすね。独特ですねやっぱ。リケマルくんって名前ですね。尻尾も特徴的ですね。おおいいね。雪が似合うな。マスクを塗られる。お手とかできるんだ。お手ありがとう。はい、これでね秋田の旅も全て終了になります。今からガソリン入れてレンタカー返して帰りたいと思います。今回ねちょっと3日目結構昨日も寄ったところにね、戻ったりとか、ちょっとこう効率すごい悪い感じになりましたけど、それぐらいね2泊3日であれば秋田十分余裕のある観光ができるということですね。今回僕の場合は祭りがあったりとかしてね、普段取らない時間も取ってこれだけ余裕があったので、本当にね他にも行ける地域あるんですけど、十分2泊3日で秋田満喫できるので、皆さんもぜひね秋田行ってみてください。やばいガソリンがない。あと14キロしか走れないのにガソリンスタンドが14キロ先しかない。これ大丈夫なんか。こんなところでガス欠になっても帰れないみたいなねことになりかねないですよ。なんとか
も超燃費運転で行きます。おー、ランプがついた。あと10キロしか走れへん。なんでこんなことなるん。間に合うか。急ぎたいけど超燃費運転で行かねばならないのでゆっくり行きます。じゃあ間に合った。あと6キロ走れるところで着きました。よかった。さあレンタカー返却します。いやー、雪道だったけど無事に過ぎてよかったですね。だんだんね慣れてきましたね。人間ってすごいですね。やれば何でもできる、そんなことも教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資。それでは空港に戻ってまいりました。ここは使えないですけど、2月23からねラウンジでなんと日本酒の試飲とかもあるみたいですよ、ね、ちょっと僕車で来たんで無理ですけど、いいっすねこれ。お土産を見ましょう。酒もいろいろありますね。飲んでないやつばっかりやな。これ飲みました。あ、雪の豪車出てきた。これ美味しかったな。太平山飲みました。ここから歩きます。ありがとうございます。なんとこのタイミングで靴が壊れました。なんとかギリギリでよかった。いかがでしたでしょうか。なかなか行く機会がないなと思っていた秋田旅でしたが、グルメ、温泉と本当にいいところでした。まさかここまで雪が積もるとはね思いませんでしたが、最高の体験でした。まさに一生に一度は行きたい旅行先ですね。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このようなグルメ、温泉の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価、コメントをお願いいたします。メンバーシップでは非公開動画やこの動画の裏話など限定動画もアップいたします。ぜひご参加お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。